こんにちは、ゆうだいです。今回は前回作った枠組みのパネルを全部組み、土台と固定してキャンピングカーに乗せます。あとは断熱材も全部はめ込んでいきます。今回は機材トラブルで動画が何本か消えちゃったので、ナレーション多めで公開していきます。めちゃくちゃ慣れてますが、バックアップの大切さを学びました。それではキャンピングカー作り5日目、スタート。枠組みは 2x4 材工法といって面で強度を出す組み方です。軽量化のため 3cm×4cm 材で作ってますが、面で支えるので強度も出やすく簡単な方法なので、素人 DIY で小屋を作る人とかはほぼみんなこのやり方です。運転席側の壁は組んでからだと合板を張りにくいので先に貼っていきます。ここは雨もほぼ当たらない部分ですが、 9mm の T2 という水に強い合板を貼っていきます。ボンドと釘で固定してますが、後でパテも塗るのでビスでしっかり固定もしました。先に合板を貼って窓になる部分は後から切り抜くスタイルです。防水シートを貼り忘れてたので雨に濡れにくい場所とはいえ後で貼りました。動画データが少し消えてるので少し飛びます。窓部分はカットして継ぎ目とビスのところはパテ埋めもして黒色で塗装していきます。屋外でも使える水性塗料です。ここも組み立てた後だとやりにくいので先に窓枠を固定していきます。 1x4 材を45度カットして黒く塗装しました。強度を出すために突き出し部分は筋交いを入れていきます。面で支えますが、筋交いは何本かあるとより強度が増します。ではここから前回作ったパネルをトラックに乗せて組み立てていきます。土台も重くて横パネルも長さが4メートル以上になるので、親友の2人に手伝ってもらいました。動画も少し消えてるので一気に進んでいきます。では6日目スタート。今日はバーのマスターと理学療法士のジロさんに来てもらいました。はい、枠組みが完成しました。一番長いところで 4.15 メートル、高さは 1.82 メートルあるので中でも立ててだいぶ広くしました。筋交いも入れて角は 2x4 材を置いてるので意外としっかりしてます。ここは開閉式の窓になります。今回は風の通りも良くしたいので天窓も入れて窓を6個取り付ける予定です。太陽光も入れつつ換気もしやすいよう工夫しました。今回は後ろにデッキなども取り付ける予定です。ちょっとスペースを作ることでドアとかの防水性も高まります。バックモニターもつけますが、運転席から車内が見えるようにここに窓も作ります。ここはアクリル板でやるつもりです。高さもね、意外と結構あって、これ三角屋根になるんで、意外とこんぐらいですかね、高さが。なので、178センチの僕でも、手は上げれるかなっていうぐらいの高さになります。
でここが窓になるんで、こう開けて、こう。もうちょいね、この窓大きくてもいいかなって思うんですけど、断熱性能とかいろいろ考えたら、このぐらいでもいいのかなと思ってます。ここはデッキか。デッキパターン。はい、7日目は断熱材をカットしてはめていきます。床の時は全部同じサイズにしたんですけど、枠組みは窓の位置とかもあって全部は同じサイズにできませんでした。でも断熱材の幅の半分の 45.5 センチになるような場所や同じサイズのものをなるべく多く作ったので、1日で一気に仕上げていきます。ちょっとね、大きめにカットすることによって強度が出る感じするので最高です。スタイロフォームも入れて強度も上がってるんですけど、この3センチ4センチ材もまだ余ってるので、正直ちょっとねバラバラに入れるんで、機械的な役割があるのかわからないですけど、ないよりは絶対強度上がると思うので、とりあえず何本かつけてみることにします。はい、7日目終了です。朝から断熱材やってなんとか全部貼ることができました。この辺はね、窓とか、窓になるとこですね、空いてるとこは。こっちはね、この後ろは40センチは、デッキみたいな感じにしようかなと思ってるんで、ここは断熱材なくてもいいのかなと思ってます。こっちもなんとか貼れました。一応ここがね、一番でかい窓で、こう開閉式にしようかなと思ってます。で、ここも一応ベッドにするつもりなんで、この辺は窓があった方が涼しいかなと思って、一応ここも窓を作ってます。あと、筋替えも何本か入れました。ってことで明日8日目は窓枠、ドア枠を貼って、そこから合板とか全部貼っていこうかなと思ってます。広い。広い。普通にここが広いので、ここをソファーベッドにして、ソファー兼こう伸ばしたらベッドになるみたいな、結構いろんなキャンピングカーとかバンライフやってる方もやってると思うんですけど、その方法でやろうと思ってたんですけど、なんかね、やっぱこのロフトで寝た方がいろいろ有効活用できるんじゃないかなと思って、このロフトが1メートルなんですけど、長さ。ここを引っ張って出せるようにして、ここまで
出すと一応180センチ出せるので、ここを全部ベッドにするか、なんかこの半分をベッドでもいいのかなと思ってます。伸ばすとかではなくて、もう据え置きで出したまんまでもいいのかなと思ってます。吹き出し式みたいなのもありなんですけど、旅してて思ったのはベッドとかは絶対据え置きの方がいいというか楽なんで、なのでここはもうベッド据え置きで半分だけもう出しちゃうっていうのもありなのかなと思ってます。で、ここ半分出したら、その下はどんぐらいの高さだ？こんぐらいなので、ここまで出したら、ここは棚にするか、服とか入れる引き出しにするか、それとも机にするか、その辺はちょっとね、まだ全く想像ついてないんですけど、内装も考えて設計するとか言ってたんですけど、もうだいぶ内装のことはね、もうパンクしてます。内装の方までは全然考えれてないんですけど、ここ半分ベッドは意外といいんじゃないかなってちょっと思ってますね。ここの下の床のスペースが結構空くんで、革のなんかローソファーみたいなのを置いて、テレビ置いて、ゲームとか、あとは作業とかできるようにテーブルとか置いて、リビングみたいな感じにするのもちょっといいのかなと思ってきてます。この辺はまた決まったら動画にします。これからもゆっくりのんびり作っていきます。最後までご視聴ありがとうございます。内装のことなどは一旦外壁など全部終わってから考えます。自分のキャパに合わせて一つずつ作っていきます。壁の断熱材もグラスウールと迷ってるって言ってたんですけど、水に強いという点とぴったしはまると強度も増すということで、結局スタイルフォームにしました。断熱材はね、余ったりもするので、全部同じのを使った方がコスパもいいので、天井とかも全部スタイルフォームにします。正直ここ2日分ぐらいの動画データが消えた時にめちゃくちゃ萎えました。でも残ったデータとかちょっと復元できたデータで編集してみたら、なんかね、普通の動画になったので、いつも無駄に多く撮影してるんだなと思いました。あとは復元の仕方の知識とかもついたので、こまめにバックアップを取りながらやっていきます。次回の8日目以降の動画データはしっかりやるので、また覗いてください。7日にしてはだいぶいいペースで作れてます。あとは合板を貼って、防水シート貼って、窓ドアつけて、天井もつけてっていう感じでやっていきます。基本的には毎週金曜日の8時金八で投稿してます。更新の方も遅れたりもありますが、また覗いてくれると嬉しいです。このチャンネルではキャンピングカー作り以外にも、三重県で山開拓といって自分の秘密基地を作ってます。これからは露天風呂やサウナなども作っていく予定なので、気になる方はチャンネル登録お願いします。